マヨネーズとか極力毎日作るっていうのが多いし、持たないとか、なんか短いスパンで出した方がいいものはちょっとずつ作るようにしてます。エビフライはもう2分ぐらいでいける。地道、そうです。本当地道な作業多いんで。何系っていうか、何かフランス料理ですね。こういうベースのブイヨン取ったりとかは全然やってたんで、あれ洋食屋さんって何料理なのか難しいですよね。確かに。そうですね。めっちゃ和なとこもあれば。フレンチっていうのはそうかレストランみたいなところとホテルみたいな。そうですね。基本的にコースでずっとやってたんで。だから夜コースとかできるわけですね。そうですね。ここも多いのは、もう結構ご近所さんによくしてもらってるんで、もう言ってもらったらまあ5000円で1人5000円でなんかしてみたいなことが多くてっていう感じです。夜は、どういうお客さんが多いんですか？本当ご近所とか住んでる方が結構住宅街なんで、この辺が、まあ、近所の人が来てくれるのが多くて、あとはまあ普通にネット見てちょっとこういう定食とか食べに来てくれる方もいますけど。家族というか、あ、そうご夫です。婦というか。ご夫婦とか家族とか多いですね。夜は特に多いですね。フレンチはどのくらいやられてたんですか3軒ぐらい、14年、5年ぐらいは多分やってるで、ここやる前とか逆にそのホールとかほぼしてこなかったんで、そっち重点的に働くようにはしてたんで、外のこととかほとんどできなかったんで。料理しかしてこなかったんですね。そうですね。そっちの勉強せんことには。経営とかそのホールとか接客みたいな。はい。そうですね。なんとなく一人になり、はい。でも今どうしようかなと思って、雇ってもいいし雇わんでもいいしなぐらいの、一人でもできちゃうっちゃできちゃうんで、結構まあ働きたいって言ってくれてる人もいるんで、まあそろそろ考えようかなと思いながら。いらっしゃいませ。2人です。はい、空いてるテーブルどうぞ。
にお伝えして、はい、かしこまりました。添加物とかは使わないようにしてるんで、基本ソース類とか、ドレッシングとか全部自分で作ってっていうのは心がけるようには。で、マヨネーズとか一から作ってっていうところ。いらっしゃいませ。これマヨ。マヨネーズ。はい。きゅうりの漬物ですか？いや、これラッパの漬物。ラッパ。はい。結構変わりますね。この漬物とかに関して言えば、ピクルスにしたりとか、マスタード。これ今何を作ろうとしてるんですか？ブラウンルー。これにモードつける。そのシチューの元みたいな。元みたいな。エビフライ。
当ですね。そうですね。4匹入るんですかね。はい。まあめっちゃ高いですもんね、エビマジで。そうですよね。びっくりしますね。ずっと値上がりする。揚げるに揚げにくいというか、ああ、そうか。洋食には多分レストラン系と食堂があるので、それ結構大衆系目指したんで、まあ、その頑張るとこ頑張るしかないなと。思います。そう。あ、高いっすよね。本当牛がもう本当に高い。エビフライ早いです。エビフライはもう2分ぐらいでいけるです。失礼します。これそうとします。おはようございます。おはようございます。ライスかフォカッチャかお伺いしてます。はい、かしこまりました。ちょっと不安はあったりするんですか、そのスタートにやっぱり。いけるぞみたいな。ああ、そうですね。不安っていうか、特に何も思ってなくて、もうダメやったらダメやろうし、ぐらいの。飲食店はやりたかったんですけど、これといってやりたい業態がそこまで定まってなくて、最初はビストロとかフレンチやろうかなと思ったんですけども、多すぎて、その近年ビストロができすぎて三宮に、なんかまたかみたいになるし、問題がやめとこうと思って、で、洋食って最近若い子は出さないよなと思って、老舗しかなかったんで、そっち行ってみようかなと思ったらかぶりまくったみたいな感じで。まあ、とりあえずやってから考えればいいかぐらいの、そのやってからまたやりたいこと見つかるかなと思いながらって感じで。基本的に兵庫県のものを使うようにしてて、どうしようもない時は他のとか、逆に言えばその時期岡山のものがむちゃくちゃ良かったらそっち使ったりするんですけど、まあ八百屋さんと話とかしながら、まあベースはこの丹波とか神戸とか淡路の野菜とかを基本的に使うようにしてるんですけど、マヨネーズとか極力毎日作るように、やっぱ新鮮な方が美味しい持たないとか、なんか短いスパンで出した方がいいものはちょっとずつ作るようにしてます。あれはいつ焼いてるんですか。朝一っすね。発酵とかだったら毎日。はい。毎日、はい。朝一っすね。じゃあ朝何時からやってるんですか。いやそう日にもよるんですけど、今日は別に9時ぐらいです。9時ぐらいですか。大体その夜とかにもう終わらして帰っちゃう感じなんで、パンもオーブン入れたら終わりとこまで1時発酵まで終わらしてみたいなのはやってるんで。一時パン屋さん考えたんですか。いや、勉強させてもらってて、
働いてたんです仕事そうですね、休みの前の日仕事終わってから多分2時スタートとかだったら夜中のパン屋さんがそこ朝まで手伝わせてもらってすごい。楽しかったですね、めちゃくちゃ。で、そこのパン屋さんが朝7時まで旦那さんがパン作って販売奥さんなんで、そこから2人で山登りに行ってコーヒー飲んでみたいな。なんか贅沢ですね。結構楽しかった。いいですね。一応自家製フォカッチャあそうか自家製ってことだみたいなっていうので、あ、そうか。でね手作りと。はい女性の常連さんとパンの方が多いですかね。米も結構いいのを使ってるんで、ね、おすすめはさせていただいてるんですけど。あ、そうです。大変ですけども。ここはシチューみたいな感じで、もうちょっとずつ伸ばしていって、まあ、一番最後にこしてみたいなんですけど。ビーフブイヨンなんですね。ビーフブイヨン。牛骨と牛すじですね。あとちょっとニンニクとかハーブ入れてますけど、煮込んで赤ワイン。あ、そう。右肩。あ、そうなんです。ソース詰めたやつと、トマトソース詰めたやつと、上が野菜とフルーツのピューレです。へえ。入ってるものは多分大体みんな同じようなものだと思うんですけど、このあフルーツとかに関してはそうですね、ちょっとあれはあるかもしれない。結構軽めのテイストに仕上げるようにあ。してるんで、胸焼けしない。どんどん詰めれば詰めるほど茶色くなっていくという。どうですか、初めて見て、その、ビフォーアフターじゃないですけど、まあ楽しい面もあればやっぱ大変ですか。洋食屋同士で話すけど、若い子がやらんでも分かるようなみたいな、時間がかかるんですね。そうですね、繰り返しの作業になっちゃうんで、やっぱレストランも経験してるんで、そっちの方が刺激が強いというか、日々の仕込みとかもっていう違いはあるかな。こういうね、地道、そうです、本当地道な作業多いんで、これが20歳そこらの方やったらもう嫌やってなるんやろうなっていう。逆になんかこう、良かったなとか、いいこととかありますか。ちょっとまあやりたい方向性というか、洋食っていいなとは思って、ちょっとなんか、今とはまた別ですけど、炭火とか使って洋食とか、ちょっと将来的にやりたいなとかっていうのは見えたらすごい良かったな。なんか、方向性は洋食っていうベースのね、違う方向性とかいろいろあるなっては思いましたね。結構やり尽くされてないというか、みんな伝統的なことが多いんで、新しいことやってる人ってあんまりいないから、そこはちょっといいかなっていうか、チャレンジできるかなとは。若い世代も
少ないから。ちょっとまだまだ養殖面白くなるんじゃないかとは思います。ね